第1章、思い出のクローゼット、鈴木めぐみ、32歳、主婦。彼女の一日は、家族のために丁寧な時間を紡ぐことから始まる。朝日が差し込むリビングで、夫の翔太と5歳になる息子の健太を送り出した後、めぐみはクローゼットの奥深くへと手を伸ばした。そこにあるのは、滑らかな手触りの保存袋に包まれた一つのブランドバッグ。落ち着いたベージュの色合いが美しい小ぶりなショルダーバッグだ。5年前、まだ結婚したばかりの頃、翔太が初めてのボーナスをほとんど注ぎ込んでプレゼントしてくれた大切な思い出の品だった。めぐみの雰囲気に絶対似合うと思ってさ、いつも頑張ってくれてるからほんの気持ち、そう言って照れくさそうに差し出してくれた時の彼の顔を今でもはっきりと覚えている。嬉しくて飛び上がって喜んで、その日は2人で少しだけ高級なディナーに出かけた。そのバッグはめぐみにとって幸せの象徴そのものだった。しかし健太が生まれてからはそのバッグの出番はめっきりと減ってしまった。公園の砂場、スーパーの買い物カート、子供と手をつないで歩く日常、繊細な革のバッグは今の彼女の生活スタイルには少しだけ不釣り合いになっていた。眠らせておくだけじゃこのバッグもかわいそうだよね。めぐみはつぶやいた。最近翔太の会社の業績があまり良くないという話も聞いていた。健太も来年には小学生。これからもっとお金がかかるだろう。思い出は心の中にあればいい。このバッグが少しでも家計の助けになるのなら。決心しためぐみはバッグを丁寧に磨き上げ、自然光が最も美しく入る窓辺で何枚も写真を撮った。本当に素敵なバッグ。手放す寂しさを感じながらも、次に使ってくれる人が同じように大切にしてくれることを願わずにはいられなかった。そして少し震える指でスマートフォンのフリマアプリの出品ボタンをタップした。第2章、理想的な購入者。出品からわずか数時間後のことだった。スマホにポロンと軽やかな通知音が鳴る。開いてみると出品したバッグにメッセージが届いていた。はじめまして、高橋と申します。こちらのバッグとても素敵ですね。一目惚れしてしまいました。高橋と名乗るその男性からのメッセージは非常に丁寧で誠実さがにじみ出ているように感じられた。めぐみは少し驚きながらもすぐに返信する。ありがとうございます。とても大切にしていたバッグなのでそう言っていただけると嬉しいです。すると間髪入れずに返信が来た。いえいえ、写真からも大切にされていたことが伝わってきます。失礼ですが少しだけお値下げは可能でしょうか。提示された金額はめぐみが設定した価格からほんの少しだけ低い常識的な範囲のものだった。めぐみは快くそれに応じ、取引はすぐに成立した。ありがとうございます。本当に嬉しいです。妻へのプレゼントとして探しておりました。きっと喜んでくれると思います。大切に使わせていただきますね。奥さんへのプレゼント。その言葉にめぐみの胸は温かくなった。自分と翔太の思い出が詰まったこのバッグがまた別の夫婦の幸せな時間の一部になる。それなら手放す価値は十分にある。めぐみはこれ以上ないほど丁寧にバッグを梱包した。配送中に傷がつかないよう緩衝材をたっぷりと詰め、防水のビニール袋に入れる。そして段ボール箱に入れる前に小さなメッセージカードを取り出した。この度はご購入いただきありがとうございました。このバッグが素敵な思い出をたくさん作ってくれますように。手書きのメッセージを添え、めぐみはこの人の元へ行って幸せになるんだよとバッグに語りかけた。翌日、近所のコンビニから荷物を発送し、めぐみはすがすがしい気持ちで空を見上げた。これでよかったのだと心から思うことができた。第3章、表変したメッセージ。荷物を発送してから3日後の夜、そろそろ相手の元に届き、受け取り評価がされる頃だろうか。めぐみは高橋からの丁寧なメッセージを思い出し、きっと良い評価をしてくれるだろうと何の疑いも持っていなかった。夕食の片付けを終え、ソファで息をついたその時、スマホがけたたましく振動した。見るとフリマアプリからの通知。高橋からだった。あ、届いたんだ。めぐみは笑顔で通知をタップした。しかし次の瞬間、その笑顔は凍りついた。おい、なんだこれ。写真と全然違うじゃねえか。こんなボロボロの偽物送りつけやがって。詐欺師が画面に表示されたのは信じがたい暴言の数々だった。
あの丁寧な言葉遣いは見る影もない。まるで別人が書いたかのような攻撃的で威圧的な文章。続いて写真が数枚送られてきた。そこに写っていたのはめぐみのバッグとは似ても似つかない、見るからに安っぽい偽物だった。ロゴの形は歪み、縫い目はガタガタ、革の質感もまるでビニールのようだ。何これ？私が送ったのはこんなものじゃない。心臓が早金を打ち、指先が冷たくなっていく。めぐみは震える手で返信を打った。高橋様、何かの間違いではないでしょうか？私が発送したのは間違いなく正規店の本物です。このような状態ではありませんでした。しかしそのメッセージは相手の怒りに油を注ぐだけだった。はあ？間違いなわけねえだろ。白を切る気か。こっちは偽物だって証拠の写真もあるんだぞ。いいからさっさと返金しろ。運営にも警察にも通報してやるからな。詐欺師、警察、そんな言葉がめぐみの胸に突き刺さる。どうして？なぜ？何が起こっているのか全く理解ができなかった。ただとてつもなく恐ろしいトラブルに巻き込まれてしまったことだけは嫌というほど理解できた。第4章を信じてくれない人々。パニック状態のままめぐみはフリマアプリの運営事務局に問い合わせた。これまでの経緯、自分が送ったのは本物であること、相手から送られてきた写真は全くの別物であること、助けを求めるように必死で文章を打ち込んだ。しかし数時間後に返ってきたのは絶望的なほどに冷たい定型文だった。お問い合わせありがとうございます。事務局でございます。この度の取引に関しましてお客様にご心労をおかけしておりますことをお詫び申し上げます。誠に恐縮ではございますが、商品の真贋や状態につきましては当事者様同士でのお話し合いを基本とさせていただいております。何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。当事者同士で話し合えとあの高圧的な相手とこれ以上何を話せというのか。運営は全く味方になってくれない。めぐみは広い海の真ん中にたった一人で突き放されたような無力感に襲われた。その夜帰宅した夫の翔太にめぐみは恐る恐る事情を話した。スマホの画面を見せ涙ながらに訴える。ねえ翔太さん、私どうしたらいいと思う？しかし翔太の反応はめぐみが期待していたものとは程遠かった。彼は大きなため息をつくと面倒くさそうに言ったのだ。だから言ったじゃないか。フリマなんて素人が手を出すからそういうことになるんだ。相手もプロのクレーマーかもしれないし関わるだけ時間の無駄だよ。でもあれはあなたからの大切な、もういいだろ。金額だってそんなに大したことないんだから勉強代だと思って諦めろよ。下手に逆らって逆恨みされても困るしな。勉強代諦めろ。翔太の言葉の一つ一つがめぐみの心を深くえぐった。お金の問題じゃない。あのバッグに込められた二人の思い出までゴミのように扱われているのが許せないのに、一番理解してほしいはずの夫に突き放され、めぐみは完全に孤立してしまった。暗いリビングでただ静かに涙を流すことしかできなかった。第5章絶望という名の段ボール。運営からも夫からも見放され、めぐみに残された選択肢はなかった。高橋からの早く返金しろさもなくば、被害届を出すという催促のメッセージは日に日に激しさを増していく。心身ともに疲れ果てためぐみはフリマアプリの指示に従い高橋からの返品を受け入れ、取引をキャンセルする手続きを進めた。数日後、自宅のインターホンが鳴った。宅配業者が持ってきたのは見覚えのある大きさの段ボール箱。高橋から送り返されてきた偽物のバッグだった。震える手で荷物を受け取る。やけに軽いその箱が不吉な予感を煽った。リビングのテーブルに置き、カッターナイフでゆっくりとテープを切る。箱を開けた瞬間、ズンと鼻をつく科学的な接着剤の匂いがした。緩衝材もろくに入っていない箱の底にビニール袋に無造作に突っ込まれたそれは転がっていた。めぐみは恐る恐るそれを手に取った。ひんやりとした安っぽい合皮の感触。ブランドのロゴはよく見ると微妙に形が歪んでいる。ショルダーベルトの金具はまるでおもちゃのような軽い金属でできていた。そしてバッグの内側を覗き込み、めぐみは息を飲んだ。そこにあるはずの製造番号を示すシリアルナンバーのタグが
どこにも見当たらなかった。これは、ゴミだ。思い出の品が、見るも無残なゴミにすり替えられてしまった。その現実は、めぐみの心の最後の砦を、いともたやすく打ち砕いた。ああ、声にならないおえつが漏れる。悔しいとか、悲しいとか、そんな言葉では言い表せない。腹の底から湧き上がってくるような、どす黒い絶望。めぐみは、その偽物のバッグを抱きしめることもできず、ただその場にへたり込み、声を殺して泣き続けた。第6章、涙の奥の小さな光、絶望の淵に沈み、数日間、めぐみは抜け殻のようになって過ごした。家事をこなしてもどこか上の空で、翔太との会話もほとんどない。あの偽物のバッグは、見るのも嫌で、段ボールごとクローゼットの奥に押し込んでいた。もう、忘れよう。翔太の言う通り、これは高い勉強代だったのだ。そう自分に言い聞かせようとすればするほど、高橋の卑劣な顔が目に浮かび、腸が煮えくり返るような怒りがこみ上げてくる。そんなある日の午後、ぼんやりとスマホの写真フォルダを眺めていためぐみの指が、ふと、ある一枚の写真で止まった。それは、バッグを出品する直前に撮った何枚もの写真のうちの1枚。念のため、シリアルナンバーとか、金具の傷とか、アップで撮っておけよ。何かあった時の証拠になるから。出品作業をしていた時、隣で見ていた翔太が、何気なくそう言ったのだ。あの時は面倒だなとさえ思った。しかし、言われた通りに、バッグの内側にあるシリアルナンバーのタグを、数字がはっきりと読み取れるように接写していた。長年使っていたからこそついた、ショルダーベルトの金具のかすかな傷も、革の縫い目が均一に並んでいる部分も、何枚も、細部を記録するように撮っていた。証拠、めぐみの口から、か細い声が漏れた。そうだ、私には、証拠がある。私が送ったバッグが、本物であったことを証明する。動かぬ証拠が、絶望で真っ暗だった心に、小さな、しかし確かな光が灯った瞬間だった。めぐみは、勢いよくソファから立ち上がった。涙は、もう乾いていた。目に宿っていたのは、諦めではない。静かで、燃えるような闘志だった。絶対に、泣き寝入りなんてしない。めぐみはパソコンを開くと、新しいフォルダを作成した。フォルダ名は、詐欺犯高橋への反撃。そこに、スマホで撮ったすべての写真を転送する。高橋との屈辱的なメッセージのやり取りも、すべてスクリーンショットを撮って保存した。運営事務局との頼りにならないやり取りも、すべて記録した。そして、何が、いつ、どのように起こったのかを、時系列に沿って、淡々と、正確にテキストファイルに打ち込んでいった。最後に、クローゼットの奥から、あの忌まわしい段ボールを引っ張り出し、送り返されてきた偽物の写真として、あらゆる角度から撮影した。すべての準備が整った時、時計の針は深夜を回っていた。しかし、めぐみの心は不思議なほどに落ち着いていた。第7章刑事の目が変わる時、翌朝、めぐみはプリントアウトした大量の資料と、偽物のバッグを紙袋に入れ、覚悟を決めて自宅の最寄りの警察署へと向かった。生活安全課と書かれた窓口で事情を話すと、人の良さそうな若い警察官が対応してくれた。しかし、話がフリマアプリのトラブルだと分かった途端、彼の表情はわずかに曇った。なるほど、お気持ちはわかりますが、こういった個人間での売買トラブルというのはですね、いわゆる民事不助、入りの原則というのがありまして、ただ、運営と同じ、突き放すような言葉、めぐみの心が、再び絶望に染まりそうになった。その時だった。おい。どうした？奥から、ベテランといった風情の、少しこわもての男性刑事が出てきた。胸のプレートには木下と書かれている。若い警察官が敬礼し、事情を説明する。木下刑事は、めぐみの前にどかりと腰を下ろすと、ちょっと、その資料、見せてもらえますかと低い声で言った。めぐみは、震える手で資料の束を差し出す。木下刑事は、最初はパラパラと面倒くさそうにページをめくっていた。メッセージのやり取り、運営からのメール。しかし、発送前に撮影されたバッグの写真のページで、彼の動きが、ぴたりと止まった。彼は、一枚の写真を、食い入るように見つめている。それは、めぐみが、シリアルナンバーのタグをアップで撮影した写真だった。長い沈黙の後、木下刑事は顔を上げ、めぐみの目をまっすぐに見た。その目は、先ほどまでの面倒くさそうな光を消し、まるで獲物を見つけた狩人のような、
鋭い光を宿していた。奥さん、これは、よく撮ってありましたね。そのねぎらうような言葉に、めぐみの目から涙が溢れそうになる。このシリアルナンバーの写真と、送り返されてきた偽物、そして相手とのやりとり、これだけ揃っていれば、話は別です。木下刑事は、若い警察官の方を向き、きっぱりと言い放った。これは単なる個人間トラブルじゃない。人の財産と心を計画的に騙し取る、悪質な詐欺事件の可能性がある。被害届、正式に受理する。すぐに捜査を始めるぞ。その力強い言葉は、暗闇の中にいためぐみを力強く引き上げてくれる。何よりも頼もしい光だった。第8章暴かれた詐欺師の巣。木下刑事の鶴の一声で、事態は驚くべき速さで動き出した。被害届が正式に受理されると、すぐに捜査チームが組まれた。木下刑事の指示のもと、まず行われたのは、フリマアプリの運営会社に対する捜査関係事項紹介書の送付だった。これは、警察が犯罪捜査のために、企業などに対して、情報の開示を求める法的な手続きだ。これまでめぐみの訴えを当事者間でと突き放してきた運営会社も警察からの正式な要請を無視することはできない。数日後、運営会社から高橋のアカウントに関する詳細な情報が警察に開示された。木下刑事と彼の部下たちはそのデータを見て息を飲んだ。刑事、見てください。この取引履歴。部下の一人が興奮した声でモニターを指さす。そこに映し出されていたのは、異常としか言いようのない取引の数々だった。高橋のアカウントは、この半年間で、数十件もの高額なブランド品を購入していた。そして、そのほとんど全てが、取引の最終段階で、出品者から偽物が送られてきたという理由でキャンセルされ、返金処理が行われていたのだ。こいつ常習犯だ。木下刑事が、低い声でつぶやく。取引相手の評価欄には、この人は詐欺師です。本物を送ったのに、偽物とすり替えられました。といった、めぐみと同じような被害を訴える悲痛な叫びが、いくつか残されていた。多くは、証拠不十分で泣き寝入りを強いられたのだろう。さらに、高橋の登録情報から、彼の本名と住所も特定された。そして、彼の銀行口座の入出金記録を追った結果、海外の複数の偽ブランド品販売サイトと頻繁に金銭のやり取りをしていた事実まで浮かび上がってきた。手口はこうだ。木下刑事がホワイトボードに図を書きながら説明する。まず、海外から安価な偽物を仕入れる。そしてフリマアプリで同じ型の本物を探し出して購入。商品が届いたら、手元にある偽物の写真を撮って、偽物が届いたとクレームをつけ、本物とすり替えて返品する。こうして、ただで本物のブランド品を手に入れて、それを別のルートで売りさばいて利益を得ていた。巧妙で、悪質極まりない犯行。しかし、めぐみが取っていた、あのシリアルナンバーという動かぬ証拠が、ついに詐欺師の尻尾を掴んだのだ。よし、打査状捜索差し押さえ許可状を請求するぞ。こんなやつ、絶対に野放しにはしておけん。木下刑事の目に、静かな怒りの炎が燃えていた。第9章悪あがきの末の完全敗北。夜が明けきらぬ。早朝、閑静な住宅街にある、ごく普通のマンションの一室に、木下刑事をはじめとする数人の捜査員が、静かに集結していた。ターゲットは、高橋の自宅だ。よし、行くぞ。木下刑事の合図で、捜査員がドアをノックする。警察です。捜索差し押さえ許可状が出ています。ドアを開けなさい。中から、しばらくゴソゴソと音がした後、寝ぼけ眼の男が、不機嫌そうな顔でドアを開けた。高橋だった。だよ。朝っぱらから警察？何の用だよ。捜査員が一斉に部屋に踏み込むと、高橋は一瞬あっけに取られた後、事態を察して顔色を変えた。ワンルームの部屋は足の踏み場もないほど散らかっていたが、その乱雑さ以上に捜査員たちの目を引いたのは、部屋の隅に山と積まれた大量のブランド品のバッグや財布だった。高橋さん、あなたを詐欺の容疑で捜査します。これはあなたのものですね。木下刑事が、めぐみのバッグの写真を突きつける。知らねえよ。そんなの。俺は何もやってない。高橋は、大声で叫び、必死に抵抗を試みる。そいつが勝手に偽物を送ってきたんだ。俺は被害者だぞ。その見苦しい悪あがきは、警察署の取り調べ室でも続いた。しかし、木下刑事は冷静だった。彼は、
一枚の書類を高橋の目の前に、トン、と置いた。じゃあ、これはどう説明する？それは、めぐみが撮ったシリアルナンバーの写真と、高橋の部屋から押収された、本物のバッグのシリアルナンバーが、完全に一致することを示す鑑定結果だった。それを見た瞬間、高橋の顔から血の気が引いていくのが分かった。額には油汗が浮かび、必死に何かを言おうとする唇は、わなわなと震えるだけ。もはや、どんな言い逃れも通用しない。動かぬ証拠が、彼のすべての嘘を粉々に打ち砕いたのだ。人の、それも、夫婦の大切な思い出が詰まった品物を、金儲けのために踏みにじりやがって、お前がやったことは、そういうことなんだよ。木下刑事の、静かだが、心の底からの怒りが込められた言葉が、取り調べ室に響き渡る。次の瞬間、高橋は観念したように、がっくりと肩を落とした。そして、絞り出すような声で、こう吐き捨てた。畜生。その捨て台詞は、誰にも届くことなく、冷たい取り調べ室の空気に吸い込まれていった。こうして、卑劣なすり替え詐欺を繰り返してきた転売ヤーは、逮捕されたのだった。第10章を取り戻した本当に大切なもの。高橋が逮捕されてから、数週間後、めぐみは、木下刑事からの連絡を受け、警察署を訪れていた。鈴木さん。今回は、本当にご協力ありがとうございました。あなたが、あの証拠写真を持っていなかったら、事件の解決はもっと難しくなっていたでしょう。そう言って、木下刑事は、丁寧に布に包まれたバッグをめぐまに手渡した。めぐみの、思い出のバッグだった。少しだけシワが増えたように見えたが、その滑らかな皮の感触は、間違いなくめぐみが大切にしてきたものだった。本当にありがとうございました。めぐみは、深々と頭を下げた。涙が、自然と頬を伝う。家に帰ると、玄関で翔太が花束を持って待っていた。めぐみ、おかえり。そして本当に、ごめん。翔太は、心から申し訳なさそうな顔で言った。俺、お前の気持ちも考えずに、ひどいことを言った。一番辛い時に、支えになってやれなかった。本当に、すまなかった。その言葉に、めぐみの心にあった最後のわだかまりが、スーッと溶けていくのを感じた。めぐみは、戻ってきたバッグを、もう売るのをやめた。クローゼットの一番良い場所に、専用のフックを取り付けて、そこに飾ることにした。それはもう、単なるブランド品ではない。理不尽に立ち向かい、自分の手で大切なものを取り戻した。勇気と自信の証となっていた。ねえ、翔太さん。私、何か新しいこと、始めてみようかな。晴れやかな笑顔でそういうめぐみを、翔太は優しく見つめ返す。一つの辛い経験は、めぐみから多くのものを奪ったが、それ以上に、強く、そして優しい心を彼女に与えてくれた。窓から差し込む柔らかな日差しが、思い出のバッグと新しい一歩を踏み出すめぐみの横顔をキラキラと照らしていた。今回の法律 Tips コーナー。今回のめぐみさんのケース、本当に許せない犯行でしたね。しかし、彼女の冷静な行動が見事な逆転劇につながりました。今回の物語に関連する法律や制度について簡単にご紹介します。1、詐欺罪刑法第246条。今回の高橋のように相手を騙して財産を騙し取る行為は詐欺罪にあたる可能性があります。人を欺いて財物を交付させた者は10年以下の懲役に処すると定められています。フリマアプリでのすり替え行為も単なる個人間トラブルではなく立派な犯罪となり得ます。2、警察への被害届の提出。フリマのトラブルくらいでとためらってしまうかもしれませんが、悪質なケースでは警察が動いてくれることがあります。その際、めぐみさんのように相手とのやり取りの全記録スクリーンショットなど、発送した品物が本物である証拠購入時のレシート、シリアルナンバーの写真など、返品された品物が偽物である証拠現物、写真などといった客観的な証拠を揃えて相談することが非常に重要になります。困った時はまず警察相談専用電話9110に電話してみるのも一つの方法です。3、フリマアプリ運営への報告。トラブルが発生した場合、まずは運営に報告することが基本です。その際、感情的にならずに、いつ誰が何をしたという事実を時系列で整理し、証拠を添えて冷静に報告することで、運営側が状況を正確に把握しやすくなります。
警察に被害届を提出した場合は、その旨も運営に伝えましょう。捜査に協力してくれる可能性が高まります。泣き寝入りをしない。その強い意志があなた自身を守る最大の武器になります。本動画はフィクションであり、専門的な法的助言ではありません。実際のトラブルについては、必ず弁護士等の専門家や国民生活センター消費者ホットライン188などの公的機関にご相談ください。この動画が気に入ってもらえたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。これからもスカッとしながら法律を味方につけるエピソードをお届けします。